食べ物まるっと研究所です。今回はごまの体への影響についてお話しします。香ばしい香りで料理を美味しくしてくれるごまにはあまり知られていない驚くべき健康効果が11個あります。ただ食べ過ぎることによるデメリットも3つあるので注意が必要です。そこで今日は論文や専門機関の研究をもとにしてごまで得られる健康効果、食べ過ぎることによるデメリット、1日の摂取目安量を看護師の視点で解説します。それではごまの健康効果からいってみましょう。ごまの健康効果1つ目は動脈硬化の予防です。悪玉コレステロールである LDL コレステロール、この値が極端に高いと動脈硬化の原因になってしまいます。ごまに含まれるセサミンは小腸からのコレステロールの吸収や肝臓での合成を抑えて血中の LDL コレステロール濃度を低下させる効果があるので動脈硬化の予防が期待できます。中国山東大学の論文でも様々な研究によりセサミンには強力な脂質低下作用があることが示されている。セサミンは主に脂肪酸とコレステロールの代謝に影響を与えて動脈硬化の原因を作る LDL コレステロール、中性脂肪の値を低下させると発表しています。また他にはごまに含まれるリノール酸とオレイン酸にも脂肪の吸収を抑える効果が期待できます。株式会社ファーマーズの論文でもリノール酸とオレイン酸を含むごま抽出物は脂肪の吸収を調節する酵素の活性を抑制して脂肪の吸収を抑制すると結論付けています。ごまの健康効果2つ目は血栓症の予防です。血管内に血液の塊ができる血栓症は心筋梗塞や脳梗塞などの原因になってしまいます。ごまに含まれるセサミン、ビタミン E は血栓ができるのを防ぐ作用が期待できます。アラブ・シャージャーアメリカン大学の論文でもセサミン単独またはビタミン E との併用は抗血栓作用を有する。セサミンは血栓のリスクを低下させると結論付けています。ごまの健康効果3つ目は美肌・美髪です。ごまには美しい肌や髪を作るために必要なビタミン B 群が豊富に含まれています。その中でもビタミン B1 は肌荒れを改善して肌の張り・ツヤを回復する効果が期待できます。また他にもビタミン B2 は肌の生まれ変わりであるターンオーバーを活性化して美しい肌を維持してくれます。さらにごまに含まれるセサミンなどのごまリグランにはシミの原因になるメラニンの生成や沈着を抑える作用もあるんです。中国山東大学の論文でもごまに含まれるセサミンやセサモリンなどのリグランはメラニンの生成や沈着を抑える抗メラニン作用があると発表しています。ごまの健康効果4つ目は骨の健康を守るです。骨の健康にはカルシウムの摂取が重要ですが、ごまには骨の健康に欠かせないカルシウムが 100g あたり 1200mg 含まれているんです。なんと大さじ1杯のごまにはヨーグルト 100g と同等のカルシウムが含まれています。大さじ1杯であればご飯に振りかけたりごま和えにしたりと手軽に普段の食事に取り入れられますね。ただカルシウムは吸収率が悪い栄養素でもあるので吸収率を高めるビタミン D を含む魚と一緒に食べるといいですね。他にも骨へのカルシウムの沈着を助けるビタミン K を含む納豆、ブロッコリー、キャベツなどと一緒に摂るのもおすすめです。パキスタン・ファイサラバード農業大学の論文でもごまは骨粗鬆症や関節炎といった骨関連の問題を抱えている閉経後の女性にプラスの影響を与えることが観察されたと結論付けています。ごまの健康効果5つ目はアンチエイジングです。体の老化は酸化と糖化が関わってきます。様々なストレスや食生活の乱れなどで体内に過剰に発生した活性酸素は細胞や組織にダメージを与えて老化を進めてしまいます。ごまに含まれるリグナンには抗酸化作用があるので活性酸素を抑制して細胞や組織を守ってくれるんですね。サントリーウェルネス株式会社の論文でも老化促進マウスにごまリグランを投与するとその抗酸化作用によって加齢に伴う脳機能障害を予防できると結果が出ています。また他にも杉山女学園大学の研究者の論文では老化促進マウスにごまを投与すると老化を示す指標が明らかに抑制された。
その老化抑制にはゴマリグナンが関与していると結論付けています。ゴマの健康効果6つ目は肝機能の強化です。ゴマに含まれるセサミンは肝臓の働きを高めたり保護する効果が期待できます。中国山東大学の動物実験でもセサミンは肝臓の異常を示す数値を回復させた。セサミンは良好な肝保護作用を持っていると結論付けています。またセサミンはアルコールが体内で分解される際にできるアセトアルデヒドの分解を促進する作用があるので、二日酔いや悪酔いを予防してくれるんです。名古屋大学の研究者もセサミンには肝臓機能の増強作用とともにアルコール分解促進効果が明らかになった。血液中からのアルコールの消失を促進することで悪酔いの原因であるアセトアルデヒドの毒性を軽減させると発表しています。ゴマの健康効果7つ目は腎臓の保護です。ゴマに含まれるセサミンは腎臓の酸化ストレスや炎症を抑えることで腎臓を保護できる可能性があります。中国山東大学の動物実験でもゴマに含まれるセサミンは腎臓の酸化ストレス、炎症、細胞の自己破壊を軽減することにより急性腎障害を打ち消す可能性があると結論付けています。他にもサントリーウェルネス株式会社の動物実験でもゴマに含まれるセサミンなどのリグナンは加齢に伴う腎機能障害の抑制に有用であると発表しています。ゴマの健康効果8つ目は糖尿病の予防です。長期間にわたり高血糖が続くと体内でのインスリンの働きが弱まり、その結果インスリンの分泌量も低下しやすくなります。これが糖尿病の原因となってしまうんです。ゴマに含まれるセサミンは血糖値を下げる作用があります。これにより高血糖状態が続くことを抑制して糖尿病の予防に役立つ可能性があります。イラン・アフワーズ準ジシャプール医科大学の研究でも2型糖尿病患者48人がセサミン 200mg を8週間摂取したところ、空腹時血糖や炎症、ウエストサイズ、体脂肪指数などが減少したと結果が出ています。また他にはイラン・ギラン大学の論文でもゴマは血糖値を下げインスリン機能を改善すると結論付けています。ゴマの健康効果9つ目は高血圧の予防です。年齢を重ねるごとに血管の弾力性が落ちたり血液の粘度が上がってきて徐々に血圧も高くなる傾向があります。ゴマに含まれるセサミンは血圧を下げる作用があるので様々な疾患の原因になる高血圧を予防できる可能性があります。NTT 西日本関西健康管理センターで行われた研究でも、軽度の高血圧症の人に4週間 60mg のセサミンを投与すると、収縮期血圧、拡張期血圧ともに優位に低下したという結果が出ています。他にもゴマに含まれる不飽和脂肪酸の一つであるリノール酸は血管を広げて血流を改善することで血圧の上昇を抑える効果が期待できます。オーストラリア・グリフィス大学の論文でもゴマの摂取は高不飽和脂肪酸、繊維、植物ステロール、リグナンの含有量が高いため血圧に利益をもたらす。ゴマの摂取が収縮期血圧と拡張期血圧を低下させる可能性があると結論付けています。ゴマの健康効果10個目はがんの予防です。ゴマに含まれるセサミンは細胞のがん化を引き起こすがん遺伝子を抑える効果が期待できます。京都府立医科大学で行われた研究でもゴマに含まれるセサミンはヒト乳がん細胞の増殖を阻害する。セサミンはサイクリン D1 というがんの原因となる遺伝子の発現を抑制することで複数の悪性腫瘍に対して有用であると結論付けています。また様々なストレスなどで体内に活性酸素が過剰に発生すると細胞を傷つけてがん細胞の増殖が進んでしまいますが、ゴマに含まれるセサミンなどのリグナンはこの活性酸素を抑える抗酸化作用があります。中国山東大学の論文でもセサミンには優れた抗酸化作用と抗腫瘍効果があることが分かっていると発表しています。ゴマの健康効果11個目は肥満の予防です。ゴマに含まれるリグナンは脂肪燃焼作用があるので肥満の予防が期待できます。イラン・ギラン大学の論文でもゴマリグナンは脂肪燃焼作用により体重減少を引き起こし体の熱を作るタンパク質を増加させる可能性がある。
ごまに含まれるリグナンは細胞が脂肪を燃焼する能力を高めると結論付けています。また他にもセサミンなどのリグナンは脂質の吸収を阻害したり、肝臓での合成を抑制する効果が期待できます。農研機構の動物実験でもごまに含まれるセサミンは肝臓の脂肪代謝を変化させることで血清脂質を低下させる作用があると結論付けています。このようにごまには様々な健康効果がありますが、食べ過ぎには注意が必要です。そんなごまを食べ過ぎた場合のデメリットをお話しします。ごまを食べ過ぎるデメリット1つ目は脂質の摂りすぎです。ごまの脂質は健康効果の高い不飽和脂肪酸ですが、ごまを食べ過ぎると脂質の過剰摂取になってしまいます。脂質の摂りすぎは肥満、心筋梗塞をはじめとする循環器疾患のリスクを高めるので注意が必要です。中国山東大学の論文でも、ごまの過剰摂取は心血管疾患のリスクを高める可能性があるとしています。また、ごまのカロリーは 100g あたり600キロカロリー程度と高めです。体のためにとごまを摂りすぎると肥満の原因になってしまうことも。山東大学の論文でも、ごまを過剰に摂取すると体が太る可能性があり、ダイエットには適していないと結論付けています。ごまを食べ過ぎるデメリット2つ目は便秘や胃腸の不調です。ごまには便秘解消に効果的な食物繊維が含まれていて、便の傘を増やしたり、腸の働きを活発にするメリットがあります。ただ食べ過ぎると逆に便が硬くなって便秘になってしまったり、胃腸の不快感が出ることがあります。山東大学の論文でも、ごまの過剰摂取は胃腸の不快感を引き起こすとしています。ごまを食べ過ぎるデメリット3つ目はアレルギーの可能性です。ごまを大量に食べ過ぎるとアレルギーを起こす可能性があります。しかもごまは耐性ができにくくアナフィラキシーを起こしやすいアレルゲンでもあるので、じんましんや気管支が狭窄することで起こるぜい鳴、呼吸困難などの症状が出る場合があります。アレルギー体質の方は医師に相談しながら摂取していくと安心です。このようにどんなに体にいい食材でも食べ過ぎると様々なデメリットがあります。それではごまの適正量はどのくらいなのか。ごまの適正量は特に決められていませんが、100g あたりのカロリーが600キロカロリー程度あることを考えると、1日の摂取量は大さじ1杯から2杯、約 10g から 20g 程度を目安とするといいですね。ごま 10g あたり60キロカロリー程度、20g で120キロカロリー程度になることも参考にしてみてください。次にごまの種類を簡単にお話しします。ごまには白ごま、黒ごま、金ごまがあって、含まれる栄養素に大きな差はありませんが、白ごまは黒ごまと比べると脂質が若干多く、黒ごまは種皮に抗酸化作用を持つアントシアニンという色素が含まれていることや、セサミンなどのリグナンの含有量が多いです。また、金ごまは脂質が高く、コクのある味わいです。香りも高く、その分値段も高価です。それぞれ風味が違うので、好みの風味や料理との相性で選んでいくといいですね。次にごまの食べ方のポイントをお話しします。食べ方のポイント1つ目は、すりごまにするのがおすすめです。ごまは、いりごま、すりごま、練りごまなど様々な形状があります。ごまは外皮が硬いので、粒のまま食べても消化されづらくて、体外へ排出されてしまいます。粒が小さいので、歯で噛み砕くことも難しいですよね。なので、ごまの健康効果を最大限高めるためには、外皮を壊した状態、すりごまの状態で食べるのがおすすめです。食べ方のポイント2つ目は、するのは食べる直前にです。すりごまはスーパーなどでパウチで売っているので、手に取りやすいですよね。ただ、ごまは酸化しやすいという特徴があって、酸化してしまうと風味も香りも落ちてしまいます。なので、開封後は早めに食べきることが大切です。また、おすすめは、食べる直前に粒のままのいりごまをすって使うという方法です。ごまの風味を最大限味わうことができます。次に、ごまと相性のいい食材をお話しします。ごまと相性のいい食材1つ目は大豆製品です。ごまと大豆では含まれているアミノ酸の種類が異なるので、一緒に摂ることでお互いの足りないアミノ酸を補って栄養のバランスが整います。また、ごまと大豆両方とも抗酸化作用を持つので、よりアンチエイジングなどの健康効果が高まるんです。ごまを納豆に混ぜる、豆腐のお味噌汁に振りかける、
これだけで健康効果アップや栄養バランスが整うのでおすすめです。ごまと相性のいい食材2つ目は緑黄色野菜です。緑黄色野菜には抗酸化作用のあるビタミン C などが豊富に含まれていて、ごまの抗酸化作用との相乗効果が期待できます。また、ごまの持つ油脂分によって緑黄色野菜に含まれるベータカロテンの吸収率も上がります。ごま和えやナムルがおすすめです。ごまと相性のいい食材3つ目は炭水化物です。白米やうどん、パンなどの炭水化物は生成する段階でビタミンやミネラルが減ってしまいます。そこですりごまの出番です。炭水化物にすりごまを加えるだけでビタミンやミネラルを補うことができます。おにぎりにすりごまを混ぜ合わせる。いつものご飯にすりごまを振りかける。そばやうどんのトッピングにする。振りかけるだけで手軽に栄養バランスが整うのは嬉しいですね。今回はごまの健康効果など体に与える影響についてお話ししました。何事も適切な量の摂取とバランスが大切です。美味しいごまを適切な量をとって健康な体を作っていきたいですね。また特定の疾患がある方は医師の指示のもと摂取するようにしてください。あなたが健康な毎日を送れるよう願っています。この動画がためになったら高評価していただけたら嬉しいです。ご視聴ありがとうございました。